Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディ・ヨングです。さて今日はですね、お弁当に最高、それから時間がない時におご飯の上にパッと乗せただけでも超豪華に見えるお料理をご紹介します。なんつったって体にいいのよね。まず豚肉です。豚肉はね、実を言うとこれ油とかあんまり使わない。でも全然使わないとバサバサになっちゃうから少しだけは使いますね。そして今日のメインは高菜漬けなの。高菜漬けってね、なかなか売ってないって皆さんおっしゃるんですけど、この九州の物産展に行ったら必ず売ってます。高菜、生でもいいのよ。生の時にはちょっと味付けの仕方が違うんだけど、これは今日は1分クッキングですので、高菜漬けを使います。それが美味しいのよ。そしてもちろん炒めるためのオリーブオイル、お醤油は少々、そしてお肉に絡めておく片栗粉。これだけで出来上がります。それでは入りましょう。高菜はですね、ちょっとだけお水につけておきます。ちょっとね、この高菜がどのぐらい塩気があるのか見てみたいと思うんですけれども、切ってからでもいいですけど、ちょっとつけた方がいいかな。ではお水を取ります。もう普通のお水でいいんですよ。別にお塩の水じゃなくて大丈夫。で、高菜をこれ切りますね。長くて立派ですね。でもこの長さをね、このまま食べたら私たちは大変なことになっちゃうので。でね、今つけるので、とりあえず、あんまりつけちゃうと、切っちゃうと全部塩分が出ちゃうので、今ぐらい大きく、ここにこうやって、あんまりちっちゃくしちゃうとね、ダメだから、このぐらいのサイズにして、短時間。さて、その間に豚肉です。で、豚肉はさっき言ったように、少しこの脂身をね、あんまり入れちゃうと、ダイエットワッチャーにはあんまり嬉しくない話なので、このぐらいは残していいですけど、これで何をするかっていうと、千切りね、豚の千切りをするわけだから、ヒレ肉を使っているので少し厚みがあります。で、厚みがあるということはどうしたらいいの？これを千切りするときにあまり太くしないように切ります。だいたい5ミリから8ミリぐらいね、の感じで切っていきましょう。でね、だいたい250グラムぐらいで、一つの高菜を炒めるので、だからお肉と同じぐらいですね。200から250グラム。お肉どうしても食べたいっていう人はお肉多めでもいいですよ。高菜がしっかりね、主張してくれるから。で、おそらくですよ。これでね、100グラムちょっとかけるぐらいかな。だから、今切った分の、ビンゴー !253 でした。じゃあこれでいきましょう。これはね、まず片栗粉をかけます。今日手洗いました。きれいですよ。片栗粉をかけます。そしてこれもう本当に1家分あるわね。1家これでどうぞ召し上がってください。これを混ぜるんですけど、周りに全体的に絡めてから、人によってはあれに入れる人入れるわね。袋に入れてね、パッパッパってやる人もいらっしゃいますね。今日はなぜこれでやってるかというと、後でね、この上からね、お醤油をちょっとかけるの。で、いつも私よく申し上げるんですけど、お肉に味がついてることが大切なのね。だから後で味つけるのは肉を焼く時とかそういうんですけど、何かと一緒に炒める時はお肉に味をつけましょう。お醤油です。ちょっとだけよ。ほんの気持ちいいのよ。高菜がしょっ辛いからね。小さじ1杯ぐらい。もうそれでも十分味がね、染み渡るんです。見てください。もう茶色になりましたよ。ね。これを今日はね、高菜漬けと一緒にいただきます。はい。なんで同量ぐらいにしようかっていう高菜漬けが私しょっ辛いんですよね。それからプロテインを今日は取ろうということで、良質プロテイン豚肉ということになって、大体同量です。でもね、お財布を締めようという時は高菜が多くなる。その時はちょっと塩も少し抜くっていう感じですね。さあ、塩味どんな感じでしょうか。
あんまりね、几帳面になって絞りすぎなくていいですよ。うちのマネージャーさんはね、すっごく手に圧力があるからね、ギューッとやってもカサカサになっちゃう。そこまでいかなくていいです。少し残ってて。なぜかというと、普通炒める時にお野菜からスープが出ますよね。高菜漬けになってることちょっとこれ自身の水分がちょっと出ちゃってるの外にね。だから、ここから出るということはあんまり期待できない。だからそこまで固く絞る必要はないんです。これなんかに後で使いましょう。捨てないで、捨てないで、何でも使えるのよ。では、先ほどの高菜、もう高菜もお肉と同じような感じで切ります。それで葉先もそれから根っこももうしっかり食べるので分ける必要はないです。なぜかっていうとお漬物になってるから葉っぱが先に柔らかくなるとか根っこがどんどんそんなことも考えなくていいの。というのはこのまんまおしんことして皆さん召し上がることもあるでしょ。だからあんまり考えなくていい。もう一緒にガチャガチャ入れちゃっていいということです。はい、高菜が出来上がりました。では炒めます。それでは豚肉と高菜です。で、豚肉ってさっきビタミン B の話しましたよね。もう美容にすごくよろしいの。で、これはともかく高菜漬けですから、まあ水溶性のものはちょっと出るにしてもまだ入ってるのね。ビタミン K とかベータカルチンとか、それからビタミン B、それこそね。それから、要するに骨粗鬆症、骨粗鬆症合ってます？みんな言えないからいい。ともかく、それと、つまり我々がある程度年齢がいくとですね、だんだん女性ホルモンが減ってくるのね。その時に始まるのが、この骨の中のスカスカになっていく骨粗鬆症です。で、それも助けてくれる。それから貧血気味の人も高菜食べてください。まあ皆さんね、貧血の時にね、よくスピニッチね、食べなさい。スピニッチって何て言うの？ほうれん草食べなさいとか言うんですけど、この緑の高菜もすっごいの。だからもう本当に季節になったら高菜をみんな摂取したいの。利尿作用もあるし、それから何がびっくりって肝臓の解毒作用もあるんですって。だからとてもね、お利口さんなね、お野菜なんですよ。それを今日は、じゃあお弁当に、これ、もうお母さんの味方、お父さんも朝作る人いる？まあそういう人たちの大の味方。前日に作っておいて冷蔵庫に入れて当日チンをした熱いご飯の上にバッとかけて持っていくとお昼まで美味しいです。では始めます。まずオリーブオイルですね。私はもうみんなに言ってるリロール酸が入ってるからまずオリーブオイルを入れます。だいたい大さじ2で、私もいつも皆さんに申し上げるのそのぐらいですよ。というのが4人分炒めるので、そのぐらいいただきます。で、今日はね、しっかり回さないと、今日は完全にね、お鍋が熱くないと、お肉がくっついちゃいます。ので、熱くなるのを、こういう筋になってくるでしょ。で、これで、さっき取っちゃった豚の脂がありますよね。これね、豚肉が美味しくなるの。だから先にちょっと豚肉の脂のラードを少し出すと美味しいので使っちゃいましょう。これね、ありがたいものなんですよ。でね、ほら。いやー、いい匂いがするわね、やっぱりラードは。後でね、これ取り出してもいいのよ。ね、後で取り出してもいいですよ。最初にガリガリにして、これに塩かけて食べる人も世の中にはいます。それはね、通の食べ方だそうですけど、私はなるだけかけて通ってます。あ、いい香りがする。どうしましょう。いい香りね。いい香りね。この油がすごいんですよ。豚肉って私前にも話したことがあるけれども、DNA の中では人間に一番近いの。だから、やけどした時、昔の人たちはね、豚の皮ね、を薄く伸ばして、で、それを仮の皮膚にしたんですよ。すごいと思わない？ちょっとな。はい、入れますよ、お肉。はいはいはい。はいはいはい。お肉はね、しっかり炒めますよ。先にしっかり炒めないとダメなんですよ。だからね、ちょっと待たないとくっついてるから。はい。
多少強火で結構です。あら、いい香りだわ。どうしましょう。みんなお腹空いちゃったわね。で、少し待つとこういう風にきれいにひっくり返すことができますよ。待たないとね、くっついたところを無理してやると、それ全部焦げちゃうので、それをしないように、で、しかも今ね、片栗粉ついてるから、待てばこういう風になってくれるんです。待ちましょう。で、生のところを出して、また待ちましょう。はい、待ちます。なんていい匂いなの？で、これはね、本当に豚肉が完全に火が通るまで先に炒めるんです。それで、魚はそれに絡める感じ？あ、いい香りですね。はい、だいたいなんとなく炒まってきましたね。はい、炒まってまいりました。熱い。OK。では、ここに魚入れちゃいます。魚を入れます。そして、ここからはさっといきましょう。あ、見て！大変美味しそう！どうする？あ、でも結構水出てる感じですね。でもね、ちょっとだけこれを足しましょう。ちょっとだけ。そうするとね。はい。あ、出来上がりだ。出来上がり。味を見てみよう、ちょっと。それから調整です。塩のね、出加減によって調整しましょう。ちょっと過ぎちゃった。もうちょっと欲しい。と、お肉一つ。お肉かなり大きいの取っちゃったけど。ちょっといただきますね。あちゃあちゃ、あっちょい。はい。おいしい。お醤油はね、いらない。もうね、魚の味でぴったりでございます。では、盛り付けましょう。今日のお皿は、私が自分で描いたお皿です。15種しかないって言われて、慌てて作りました。名前が最初。もう一つあるのよ。これはね、葉っぱまで描いたら、もう時間ないですって言われて、お花の縁を描く時間がなかったんですが、まあ、それなりにいいか、みたいな感じでございます。見える？どっちがいい？あ、お腹空いちゃった。もうちょっと、大変お腹空いちゃった。ちょうどいいわよ。塩味がね。そう。で、最後のあれ、お酒入れてでもいいんだけど、せっかくあるから、高菜のお汁をちょっと使って。出来上がりました。豚肉の高菜漬け炒めです。ビタミン B たっぷり。と思うようなことがたくさんありましたね。では食べましょう。いただきます。こんなに体に効能があるとは、本当に自分でもね、ああ、そうか、これとこれはそうだったなと思いながらね、ご飯が欲しいっていう感じですけれども、ご飯がなくても美味しいので、いただきます。あの人もらえないと分かったから逃げたわよ。いい匂い？いい匂い？すいませんね、私だけいただきます。では、高菜と豚肉を一緒に。うん。うん。美味しいです。冗談抜きで美味しいわ。本当に美味しいわ。豚肉は大きいもので切るのもったいないっていうんだったら別に切り落としでも何でも構わないんですよ。ただし必ず片栗粉で一回周りの味をだから閉じ込めるつもりで片栗粉はまぶしてください。でお醤油をちょっとのせる。もう
豚肉自体に味がそこでつくわけですからね。それでパーッとちゃんと炒めて、炒め上がったなと思ってから高菜を入れるのよ。高菜漬けをね。で先ほど言ったようにもう貧血にもいいし、それから骨粗しょう入れないわね。そして豚肉のビタミン B、 この中にビタミン B が入ってるんですって。ビタミン K、 もう本当に豊富な高菜というものね、これをね皆さんには食べていただきたいと思う。高菜自体がなかなかなかったら高菜漬けでいいので、今日はですねこれご飯と食べたらすごい美味しいと思う。だから今日は若いのがいっぱい来るなと思ったら、ご飯をよそってちょっと大きめのご飯の上にちょっと丼風にしてこれを出したらかなり点数上がると思う味でございます。というわけで今日は豚肉と高菜漬けの炒め物をご紹介しました。ちょっとねよだれが出る。ごめんなさいね。美味しいのよ。というわけでまたこの次美味しいお料理ご紹介しますね。それでは今日はここら辺で、サブスクライブ、登録してください。そしていいなだったらピチッと押してください。励みになります。ではこの次まで。チャオ。